部長です。紬だよ。今回は前回の続き、マイヤーズアニマルエンターテインメントファングのシルバー目標を目指すよ。ちょっと警告がかぶって目標が確認しづらいな。前回でほとんど達成しちゃってるね。あとはベンガルトラを受け入れたら達成だな。場所は1マークをクリックしたらわかるぞ。ちょうどここだね。今回シルバー目標はすぐに達成しちゃうね。じゃあベンガルトラのエリアを作ろう。すでに磁気掛けのフェンスが見えるな。あらかじめここに敷くように設定されていたようだな。なら続けて引くようにした方がいいね。気づかずにショットを配置しちゃったけど、ショットをどかすのも面倒だし、ショットを避ける形でフェンスを敷こう。それでも十分トラを見ることができるスペースは確保できそうだからな。大枠は完成。あとお客さんから見える部分はガラスに変えよう。トラを見に来る来園者もいるだろうからな。そうだよね。これぐらい見えるようにしておけばいいかな。いいんじゃないか。あとどこにゲートを用意すればいいかな。階段の脇にスタッフ用歩道があるな。そこから伸ばせばいいよね。これで完成。エリアは作ったからトラを受け入れよう。マーケットからベンガルトラを探して。ほぼクレジットが足りないな。じゃあしばらく待たないといけないね。待っている間にクジャクのエリアで問題が起きてるみたい。急熱に感染しているみたいだな。攻略ブログでもクジャクは定期的に問題が起きるって書いてあったな。あとクジャクは他の動物よりも増えやすいようだしな。世話するの大変だね。それ以外の動物は比較的楽だろうから、そんなに気に病まなくていいと思うぞ。そうなんだ。とりあえず病気だから研究はしておこうっと。ベンガルトラが手に入ったんだ。もちろん救出したんだぞ。密猟者からだったかな。密猟者ということにしよう。あまりいい状態のベンガルトラではないが、まあトラであることには変わりない。動物園に入れておいてくれないか。密猟者からって。さっきほぼクレジットで受け入れられなかったが、シナリオ上こういう形で受け入れることになるようだな。そうみたいだね。トラの受け入れを始めよう。動物の取引の報酬に入っているようだな。プレゼント扱いなんだ。オプションにフリーって書いてある。あとはトラをエリアに配置すれば終わりだな。配置完了。トラがエリアに入ったら目標達成だな。おめでとう。新しいトラの飼育エリアは素晴らしいよ。脱走する動物の数も激減した。よくやった。捕食者から逃げ回らずに済んで客も満足そうだよ。しかもグッズをたくさん買ってくれるようになったんだ。結局動物園はそのためにあるわけだしな。あとびっくりするなよ。こないだ話していたクマを見つけたぞ。いろいろ準備している間に達成しちゃった。ほぼできてたから当たり前なんだけど。そうだな。このまま続けるのか。まだまだ時間はあるしね。ではゴールド目標を確認しよう。前に話してた再生可能エネルギーは研究を進めているからいいとして、ヒマラヤグマはまた報酬で後からドミニクが持ってくるのかな。そうだろうな。あと救助動物も同様だろう。4種類の動物はズペディアで共生可能な動物を確認だね。まずは再生可能エネルギーへの変換をやっていこう。ソーラーパネルの研究は終わってるから、変圧器をソーラーパネルに置き換えるだけだね。供給エリアが狭いから変圧器より多く設置しないといけないことだけ気をつけないとな。そうだね。とにかく変圧器を探すところからスタート。削除して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 。大体終わったかな。ご苦労さん。なかなか大変だったな。赤いところがあるけど一旦変圧器は全部外したし、細かいところは後で調整。それを忘れないようにな。次は依頼のヒマラヤグマの受け入れ。その前にエリアを作らないと。この辺りでいいかな。こっちもショップが邪魔になっているな。トラの時と同じで巻き避けてエリアを作るよ。エリアもほぼ完成。クマが逃げられないように高くしたし、来園者が見えるようにしとかないとな。この部分をガラスにするよ。これで大丈夫。ではヒマラヤグマを受け入れていくよ。報酬にマークがついているな。
今回は2頭だね。後でスペースが足りているかはチェックしておいた方がいいかもな。ちょっと目標が気になったので確認。ヒマラヤグマは目標だよね。そうだが、念のための確認だよ。報酬を受け取って、あとは配置の手配をしておけばいいかな。これで準備 OK。やってくるのを待てばいいね。では時間を進めようか。一時停止を解除して時間を進めるね。もうそろそろクマがやってくる。どうやらクマがエリアに入ったようだな。ゴールド目標始めてからようやく1個達成か。先は長いな。簡単にはいかないだろうな。ふ危険な動物が逃げ出したようだ。クマが逃げたって？逃げてないじゃん。ちゃんとエリアを確認した方がいいな。つい救急捕獲しちゃった。金網を登って奥のエリアに行こうとしてるな。その先行き止まりなのに。この範囲が飼育エリア外になっているんじゃないか。そうなのかも。ちょっと透明なエリアを見直してみよう。全体的に後ろの方に設定して、あと洞窟の入り口を塞ごうかな。またクマが中にいるぞ。今とじちゃんと戻ってこれなさそう。ここを塞ぐのは後にしよう。来園者には被害が及ばないだろうから後で問題はなさそうだな。クマのエリアも対処したし、またしばらく待ちなのかな。ワオキツネザルが手に入った。今回は誰かの家から救出したってことにしておこう。さあ、動物園に居場所を作ってやってくれ。またか。これは目標の救助動物に該当するものだな。じゃあ目標達成のために対応しないといけないね。受け取る前にエリアを作っておかないと。メイン通りはもう空きがないから外に作るかな。外のエリアは十分な広さがあるな。ちゃんと外に歩いてこれるか心配だけど。問題の歩道だけど、なんかしけそう。幅の問題はあるがしけそうだな。この幅にして通すことができた。あとはエリアとつなぐだけ。これで受け入れるためのエリアも問題なくやっていけそうだな。そうだね。あと外まで来るのは大変だから、こっちにもスタッフのためのエリアを作ろう。スタッフルームと飼育小屋があればいいかな。それは最低限だな。あと電力も用意しておかないと。その前にちゃんと歩道を整備する。次に電力。電力はこれで OK。 人も配置しておかないとね。エリアも設定して、準備は整ったかな。細かい部分は運営して修正していけばよいだろう。そうするね。青キツネザルを受け入れていこう。今回は3頭もいるんだね。エリアの広さとフェンスの高さは大丈夫か？広さは大丈夫だったと思う。実際にはエリアに配置されて動物の様子を見ながら調整するつもり。それでもいいだろう。実際の動物園では一時停止なんてことはできないからな。ゲームだからこそできることだよね。また動物が逃げ出したぞ。さっき配置したワオキツネザルだ。壁を登っちゃってる。この子は自分で戻ってくれたようだけど。もう一匹は完全に外でくつろいでいるな。緊急捕獲するよ。フェンスを見直さないとな。そういえば救助動物ってまだ来るんだよね。まだ達成していないからそうだろう。と思って新しくエリアを作っておこうと思う。そうしておいた方がいいだろう。せっかく外にエリアを作ったからこっちに作っていくよ。一つ目はこれでいいかな。一つ目。もう一つエリアを準備する予定。もう一つ作る必要があるのか。救助動物って5種類必要なんじゃないの？どうだろう。あの5っていう数字は5頭って意味かもしれないぞ。種類前提で考えちゃった。まあ資金もあるし大丈夫だと思うが。そうだよね。きっと作っておいて損はないはず。ワオキツネザルが手に入った。今回は誰かの家から救出したってことにしておこう。さあ、動物園に居場所を作ってやってくれ。そう言われても報酬に入ってなさそうだけど。
もしかしたらバグかもな。そうなのかな。発売されて結構時間経ってると思うけど。またペットを数匹救出してやったぞ。ナイルオオトカゲさ。不思議で仕方ないんだが、冷血動物とはなぜか親近感を覚えるんだよな。今回はちゃんと報酬に入ってそうだね。トカゲか。新しく作ったエリアではダメかもな。引っ越しさせることも考えるよ。ヒマラヤグマは水辺は必要なさそうだから外のエリアに行ってもらおう。ちょっと人気ありそうだったがいいのか。今は目標達成優先で、何気にフェンスが壊れているしちょうど良かったのかも。このエリアに引っ越してもらおう。逃げられないようにフェンスの高さは調整しておこう。一旦準備としては良さそうだな。ナイルオオトカゲを受け入れて、今までヒマラヤグマがいたエリアに入ってもらおう。一応入れる前にズペディアで環境を確認。やっぱり水辺が必要だね。そういうことなら元ヒマラヤグマのエリアは都合がいいな。クジャクの研究報告とかぶっちゃったけど救助動物の目標は達成。あと2つだな。再生可能エネルギーの方は数字が動かないのは気になるな。残りの4種類の動物を1つのエリアで飼育の達成から始めようかな。ズペディアでスプリングボックの共生可能動物を確認。結構共生可能な動物が多いね。どの動物にするんだ。馴染みのあるセーブルアンテロープとイボイノシシでいいかな。両方ともつがいになるように配置。動物が配置され目標が達成されたようだな。残りは電力だけか。何がまずいのかわからないんだよね。もう一度電力の範囲を見直してもいいのかもな。ようやく数字が動き始めた。なんかやったのか。特に何もやってないけど、一応3ヶ月前まで遡ってチェックしたけど特に何もしてなかったんだよね。では謎だな。そうなんだよね。でも数字が動いてくれたからこのまま様子を見るよ。それしかないな。ようやく終われそうかな。電力の目標達成もあと少しってとこまで来たよ。長かったな。前の動物園と比べれば大したことないよ。一応この数値が月数を表しているのであればもう終わりのはず。達成した。すごいな。ちゃんとした動物園みたいじゃないか。5分ごとに停電したりしないし、清潔な水道水が流れている。正直私がロンドンで貸している多くの物件よりこの動物園の方がマシだ。あっちの方が動物はたくさんいるがね。特にドブネズミが。そう、こういう動物園がマイヤーズブランドの価値を高めてくれるんだよ。そうだ、意外な人物が訪ねてきたんだ。バーナードを覚えているだろ。彼の娘のなんとかグッドウィンだよ。エマ、そうそう。ここに連れてこられなくて残念だ。彼女は忙しくて少し顔を出しに来ただけなんだ。でも私が動物園で成し遂げたこと全てに対し非常に感銘を受けてな。父の意思を継ぐ動物園になったと言っていたよ。あとその件で連絡は取ってほしくないそうだ。とにかく荷物をまとめるんだ。いや、君をクビにするわけじゃない。だが行ってもらおう。ブラジルへ。今度はブラジル。また暑そうなところだな。でも世界中に動物園を持っているってすごいね。ともあれこの動物園も目標達成したし次を目指すかな。今回はここまでだな。ここまでご覧いただきありがとうございました。私は少し休むよ。じゃあね。次回もよろしくお願いいたします。